今回は筆についてのご質問をいただきましたので、水彩画の筆について簡単に説明をしていきたいと思います。私が初心者の方におすすめする筆も紹介していきたいと思います。まず筆は和、洋、中とあります。今画面に映っているのは洋の筆です。こういうお習字の筆で描かれる先生もいらっしゃると思います。これは日本画の筆です。私は主にこちらの洋の筆を各絵によって使い分けていますので、こちらの説明をしていきたいと思います。最初に筆の形についてご説明します。この一番基本的な形です。こちらのことを丸筆と言います。外国語で言うとラウンドと呼ばれます。こちらの洋の筆は外国のメーカーが多いのでラウンドと書かれていることが多いです。それからこちらが平筆です。これはフラットと言います。こちらの形がピルバードと言います。それからこの形もオーバル、玉ねぎ型です。こちら猫の舌という意味です。この他にもまだ形はあるんですが、基本はこの丸筆ラウンドと平筆フラットになります。次に筆の毛についてです。天然の動物の毛と人が作った化学繊維、特殊合成繊維と呼ばれる繊維で作られている毛、この2種類があります。こちらは今水の含みが多い順に並べています。では一番右の筆から説明します。こちらがリスの毛を使っています。リス毛はスクワレルと呼ばれます。主にカナダやロシア、中国のリス毛を使っています。次にこちらです。こちらも黒くてリスの毛を使っているんですが、こちらはホルベインから出ているリセーブルというシリーズの筆です。特殊合成繊維と天然のリスの毛を混合して作られている筆です。次にイタチの毛です。イタチやテンという動物の毛です。これらのイタチ科の動物で作られている筆はセーブル筆と呼ばれます。セーブル毛は一番高級な毛です。特にシベリアの赤点から取られる毛はセーブル筆の中でもコリンスキーと呼ばれる最高級の筆です。今こちらのセーブル筆はすべてコリンスキーで、セーブルのコリンスキーの筆はコリンスキーセーブルとコリンスキーというふうに必ず表記が入っています。次にちょっとこちらを置いて、こちらです。こちらは馬の毛になります。馬の毛は手に入りやすい価格で、こちらのセーブル筆に似たような感じになっていますので、とても広く使われています。この2本は小学生と中学生の頃に使っていたさくらとかナムラの筆です。そしてこの、セーブルのイタチの毛と馬の間にあるこの筆です。この筆はイタチの毛と馬の毛の混毛になっています。イタチの毛が非常に高価なので、イタチの毛だけだと、価格も高くなるんですが、馬の毛が入っていることで低価格に抑えられている筆です。非常に水含みもよく使いやすいので使っています。そして次がこちらになります。こちらはホルベインのリセーブルシリーズです。先ほどこちらの毛がリスと合成繊維の混毛になっているリセーブルの筆ですが、こちらの筆はリスの毛ではなく羊毛です。ヤギの毛です。ヤギの毛と合成繊維が混毛になっている筆です。でこちらのリスの方をブラックリセーブルというシリーズと呼ばれていて、こちらの羊毛の混毛の方がリセーブルシリーズと呼ばれています。こちらの筆は非常に幅広くよく使われて、お持ちの方をよく見る筆です。そして最後がこちらの筆です。こちらの筆はナイロンになります。ナイロン筆です。ナイロン筆もたくさんいろんな会社が出しています。水彩画の筆に使われる毛は
主にリス、イタチ、馬、ヤギ、それと、合成繊維、それからあとタヌキと牛の耳の毛を使っている筆もあります。水彩の筆で使われているのはこの辺りの毛かなと思います。次に使い分けについてですが、水彩画の技法は非常に多くいろいろな描き方がありますので、使い分けというのは非常に難しいところです。すごく簡単に考えると、こちらのリスの毛はたっぷりお水も絵の具も入りますので、コットン 100% の紙の方が合っていると思います。木材パルプの紙だとこの筆に入っている水分を吸収しきれないというのがあるかなと思います。太さになってしまうんですが、太さは太い筆ほど大きい面を、広い面を塗る、細い筆は細かいところを描くというのが基本です。小さな細い筆で広い面を塗るというのはあまり良くないと思います。水彩画は上手に写実的に本物そっくりに描くという以外に、色をきれいに塗るというのも水彩画の非常に大事な要素です。色をきれいに塗ると考えた時に、手数があまりに多いとどんどん画面は濁って汚くなります。ですので、広い面を塗るときは大きい筆で塗って、細い筆で広い面を描こうとする方がいらっしゃるので、それだと色が濁って汚くなりやすいです。点描で絵を描かれる方だったり、広い面を細い筆で細かく描くというのが手法の方もいらっしゃるので、これは一概には言えないことです。セーブルの筆が非常に高価なため、各メーカーからセーブルの毛と他の動物の毛の混毛の筆、またはセーブルと合成繊維を合わせた混毛の筆など、セーブルの毛の使用率を低くして価格を抑えている筆などが多く発売しています。筆メーカーからいろいろな種類が出ていますので、ほんの一部しか紹介できないんですが、こちらの馬の毛の筆はナムラのスペシャルという筆で、馬の毛だけではなく赤点のセーブルですね、セーブルの毛も少し入っている筆です。こちらはダヴィンチという海外のメーカーから出ているコスモトップミックス B というセーブルの混毛の筆です。セーブルとリス毛、合成繊維をブレンドされた混毛の筆です。非常にコシもあり柔らかく、水含みもいいです。セーブルの筆の半分の価格ですが、とても書き心地がいいです。私はこちらの筆をセーブルの筆の代用品として生徒さんにおすすめしています。今こちらは8号なんですが、おすすめしているのは12号と8号をおすすめしています。次にホルベインから出ているパラリセーブルという筆です。こちらは今実物がないのでカタログの画像ですみません。パラリセーブルの 350R、 こちらの筆がリセーブルなんですが、イタチの毛と合成繊維の混毛の筆です。こちらの筆もよくお使いになっている生徒さんが多く、弾力が非常にあるんですが水含みも良いです。今こちらが、16号で原寸大ということですので、これが12号のコリンスキーセーブル筆です。これと比べると大きいか同じぐらいかなと思いますので、サイズはこちらだと16号ですね。
14号もありますので、14号あたり、14か16号あたりがこの12号の筆と同じぐらいになるかなと思います。こちらの筆も低価格で手に入りやすい価格になっています。次にこちらの筆です。冒頭でご紹介しましたが、ホルベインのリセーブルシリーズの 3100R という丸筆です。こちらはヤギの毛と合成繊維の混毛になっています。こちらの丸筆も低価格ですので、使われている方が非常に多いです。先ほどのパラリセーブル 350R よりももう少し硬めですね。弾力があって硬めです。初心者の方が持っていることが多いです。ウォッシュをするには少し水含みが足りないかなとは思うんですが、こちらのシリーズを、丸筆として使うんでしたら、なるべく太めのですねを買った方が水含みがいいと思います。これが今22号なんですが、こちらが今、10号なんですが、10号だとですねお水が全く入らないですね。ちょっとウォッシュをするのは難しいですので、こちらの筆でしたらちょっと大きめの筆を買った方がいいですね。18号、16号以上の大きさがいいかなと思います。それと最近面白い筆が発売されていたのでご紹介します。こちらがナムラから出ているノルムというシリーズの筆です。こちらすごく見た目もこのセーブルの筆に似ていてですね、なかなか書き心地も柔らかくて弾力もあっていいんですが、この筆がなんとナイロンでできています。今から 1,2 年前に発売したと思うんですが、セーブルの筆に似せた感じで作られています。でナイロンですので価格も抑えられていて、かなり人気があって売れていると画材屋さんが言っていました。こういうふうにですねセーブルの毛に似た書き心地を実現するという筆が今たくさん出ています。それから平筆はこちらを使っています。ナムラの SNP という筆です。ナイロンの筆です。ナイロンの筆はナムラからも出てますし、ホルベインからも出ています。リフトアウトといって色を取るのに適した筆です。初心者用の絵ですとリフトアウトに使います。ナイロンなんですごい硬くてですね、絵の具が拭いやすいです。細いところを描くのに枝を描く動画でご紹介したんですが、こういった細筆があります。このような細筆ですね。これは細かい部分、私は主に枝なんですが、枝を描くときに使います。最近はこちらの面相筆ですね、ナムラから出ている日本画の面相筆で描いています。これすごく価格がお安くて、これいいと思います。でこちらだとやはりコリンスキーセーブル筆になってしまうので、結構価格が高くなってきます。筆をおすすめするときは価格が関わってくるので難しいところなんですが、メーカーによって値段が若干変わってきます。まずこちらのリスゲの筆です。他の毛がブレンドされている混毛の筆でも全く問題ありません。ホルベインのブラックリセーブルですと、先ほどご紹介しましたが SQ という筆、または700という700シリーズの筆があります。こちらのリセーブルの筆でも十分お水をたくさん吸い込んで描きやすいです。こちらのリスゲを1本、それから次にこの形の丸筆です。一番基本な形ですのでメインで使う筆になります。先ほどご紹介したように一番理想的な毛はセーブルですが、セーブルを似せていろいろな毛でこの丸筆が作られていますので、その他の毛の筆でも結構です。このタイプの筆です。次に平筆です。平筆は大きい、少し大きめのと小さいの1本ずつ持っていればいいと思います。それからこちらが細筆になります。そしてナイロンの筆、こちらは初級ですとリフトアウトに使えますので持っていると便利です。おすすめしている筆はこんな感じです。一応サイズも言っていきます。こちらのリスゲの筆は
私が持っているのはここが、穂先が3センチあります。ここが穂先が3センチなのがサイズ的には中間ぐらいかなと思います。こちらの筆が12号で穂先が3センチになります。こちらが8号で穂先が 2.2 センチになります。こちらの平筆がここの幅が2センチになります。これは8号筆です。こちらがこの幅が 1.5 センチです。ホルベインのニューリーセーブル3100のシリーズで12号になります。こちらが 1.2 センチ。こちらが1センチです。こちらはどっちかでいいと思います。同じように SNP の4号。こちらが3100シリーズの8号になります。これはいいですかね。瞑想筆とそれに似たような感じになります。このクリスタルの平筆は6号と今あるのが2号です。6号と4号買っている方の方が多いかなと思います。それと忘れてはいけないこの水を引く刷毛です。これはサイズが中サイズで大きいとこれになりますね。これが大きいサイズです。初心者の方は4号の紙に絵を描くことが多いと思いますので、このサイズがいいと思います。4.5 センチになります。刷毛があるといいと思います。あと日本画の筆、お習字の筆で描かれている先生もいらっしゃいますので、この辺はどんな絵が自分が描きたいかによると思います。